誰もが息を飲んだ。その一振りが試合の流れだけでなく、スタジアム全体の空気を一変させることになるとは、この瞬間、まだ誰一人として想像していなかった。舞台はロサンゼルス、ドジャー、スタジアム。夏の日差しがゆっくりと傾き始めた夕暮れ、5万人を超える観客で埋め尽くされたスタンドは、試合開始前から異様な熱気に包まれていた。迎え撃つのはナショナル、リーグ西地区の宿敵、サンディエゴ、パドレス。両チームはこれまで何度も激しい戦いを繰り広げてきたライバル同士であり、この日の一戦もまた順位争いを左右する重要なゲームとして大きな注目を集めていた。球場の大型ビジョンに選手紹介が映し出されるたび、スタンドからは大歓声が湧き上がる。その中でも、ひときわ大きな歓声を浴びたのは、もちろん大谷翔平だった。ここ数試合、大谷は相手投手から徹底した警戒を受けていた。甘い球はほとんど来ない。それでもファンは知っている。たった一球、たった一振りで試合を変えてしまう力を、この男が持っていることを、アメリカの中継局は試合開始前から、今日のキーマンは翔平、大谷、と繰り返し紹介し、日本でも深夜にもかかわらず多くのファンがテレビや配信の前でその瞬間を待ち続けていた。一方のパドレスも決して引かない、強力打線を誇り、一点を争う接戦では驚異的な勝負強さを見せるチームだ。ドジャースにとっては一瞬たりとも気を抜くことのできない相手である。午後7時過ぎ、ついにプレーボール。先発投手は立ち上がりから素晴らしいテンポでストライクを重ねる。内角いっぱいへの速球。低めに沈む変化球。両チームとの序盤は投手戦の様相を呈し、簡単には走者を得点圏へ進めることができない。1回裏、大谷の第一打席。スタジアム全体が静まり返る。翔平、翔平。客席のあちこちから自然とコールが始まる。初球は外角低めいっぱいのストレート。見送ってストライク。2球目は鋭く曲がるスライダー。大谷は最後までボールを見極める。3球目、高めへ浮いた速球を思い切り振り抜く。しかし打球はファウルとなり、場内からどよめきが起こる。その打球音だけでも、観客は十分に大谷の状態の良さを感じ取っていた。最後は外角へ逃げる変化球。大谷は無理に追いかけず冷静に見送る。フルカウント。6球目。相手バッテリーは勝負を避けるように外角いっぱいを狙う。大谷は逆方向へ鋭く弾き返した。打球は左翼前へ運ばれるクリーンヒット。一塁へ到達した瞬間、スタンドは大きな拍手に包まれた。派手なホームランではない。それでも、この一本が今日の大谷の集中力を物語っていた。しかし後続が倒れ、この回は無得点。試合は依然として緊張感あふれる投手戦が続く。3回表、パドレス打線が反撃を開始する。先頭打者が粘り強く死球を選び出塁すると、続く打者は右方向へ巧みに運ぶヒット。1、2塁となり球場の空気が一気に張り詰める。ドジャース先発は深呼吸を一つ。捕手がマウンドへ歩み寄り、短い言葉を交わす。ここからが真の勝負だった。自打者には外角低めへのシンカーでゴロを打たせ、一つ目のアウト。続く打者には高めの速球で空振り三振。西一、三塁。観客全員が立ち上がる。パドレスの主砲が打席へ。初球、内角への速球。ファウル。2球目、落差の大きな変化球。空振り。そして3球目、外角いっぱいへ決まる渾身のストレート。見逃し三振。ドジャー、スタジアムはこの日最初の大歓声に包まれた。ベンチへ戻る投手を仲間たちが笑顔で迎え、大谷も力強くグラブを叩きながら称えた。4回裏、再び大家に打席が巡る。ここまで相手バッテリーは徹底して長打だけは許さない攻めを続けていた。初球はボール。2球目も低めへ外れる。2ボール。スタンドからは、歩かせるつもりか、というざわめきが広がる。3球目、ようやくストライクゾーンへ入ってきた速球。大谷は鋭くスイングする。快音。打球はセンター方向へ一直線。センターは背走する。スタンドから歓声が上がる。しかしフェンス手前で候補。あとわずか数メートル。ホームランには届かなかったものの、その飛距離に実況席は思わず、あと少しでした。と声を張り上げる。パドレスベンチにも緊張が走る。
このままでは危ない。誰もがそう感じ始めていた。5回に入っても試合は動かない。両先発投手が一歩も譲らず、ゼロが並び続けるスコアボード。しかし数字以上に、グラウンドでは静かな駆け引きが続いていた。配球を変える捕手。ベンチから細かく送られるサイン。一球ごとに変化する守備位置。テレビ中継では元メジャーリーガーの解説者が、この試合は一振りで決まる。そんな空気になってきました。と語る。日本の SNS でも、大谷に回れば決まる。今日も何かやってくれそう。そんな期待のコメントが次々と投稿されていた。そして6回裏、ドジャースは先頭打者が死球で出塁。続く打者も粘った末にヒットを放ち、無失一、二塁。ようやく訪れた絶好のチャンス。ベンチ前では監督が腕を組みながら静かに試合を見つめている。パドレスベンチでは投手コーチがマウンドへ向かい、内野陣も集まって短いミーティングを行う。球場全体が異様な緊張感に包まれる。そして、場内アナウンスが次の打者を告げた瞬間、スタンドのボルテージは一気に最高潮へ達する。2番、指名打者、大谷翔平。割れんばかりの歓声。全員が立ち上がる。誰もが予感していた。この打席が、この試合最大の分岐点になることを、ゆっくりとバッターボックスへ向かう大谷。相手投手は帽子のつばを触りながら深呼吸を繰り返す。捕手が構えたミットは、内角低め。静寂の中、第一球が放たれようとしていた。ドジャー、スタジアムを包み込む5万人を超える大観衆。その視線は、一人の打者へと集中していた。西ではない。まだ無失一、二塁。しかし、この打席が試合の流れを決定づけることになる。そんな予感が球場全体に漂っていた。打席に立つのは大谷翔平。相手ベンチもこの場面の重要性を十分理解している。内野手たちは一歩前へ守備位置を調整し、外野陣もわずかに深めへ下がる。長打だけは避けたい。その意図は誰の目にも明らかだった。マウンド上の右腕は帽子を脱ぎ、大きく息を吐く。捕手が出した最初のサイン。首を振る。二度目。もう一度首を振る。三度目でようやくうなずいた。球場は静まり返る。初球。外角低めいっぱいへ伸びるストレート。大谷は手を出さない。ボール。実況席では、慎重ですね。簡単には勝負へ行きません。と声が上がる。二球目。今度は内角へ鋭く食い込むカットボール。大谷は素早くバットを畳み、ファウルで逃げる。1ボール1ストライク。3球目。低めへ沈むスプリット。最後まで見極めてボール。再び打者有利のカウントとなる。パドレスベンチでは監督が腕を組み、険しい表情でマウンドを見つめていた。歩かせるのか。そんな空気が漂う。しかし、この場面で満塁策は取りたくない。投手は勝負を決断した。四球目。外角いっぱいへの速球。大谷は強烈なスイングを見せるが、わずかにタイミングが合わずファウル。カウントは2、2。スタンドでは誰も席に座っていない。全員が立ち上がり、その瞬間を待っている。日本のテレビ中継では実況が思わず声を潜める。ここです。ここが今日最大の勝負になります。アメリカの放送席でも、一振りで全てが変わる。という言葉が聞こえてくる。5球目。外角へ逃げるスライダー。大谷は最後まで見送り、フルカウント。投手はロジンバックを握りしめ、もう一度深呼吸をする。捕手がタイムを要求。マウンドへ歩み寄り、短い言葉を交わす。低めで打たせよう。そんな作戦が伺える。再びプレー再開。6球目。渾身のストレート。大谷は振り遅れない。鋭く振り抜いた打球は1、二塁間を破る痛烈なライト前ヒット。二塁走者は一気に三塁へ。1、三塁。ドジャースベンチが大きく盛り上がる。ホームランではない。しかし、この一打によって球場の流れは完全にドジャースへ傾き始めた。続く打者は冷静に死球を選ぶ。一種もないまま満塁。スタンドのボルテージは最高潮へ達する。パドレスはここで投手交代を決断。ブルペンから新しい右腕がゆっくりとマウンドへ向かう。球場にはブーイングと歓声が入り込んじる。新しい投手は力強いストレートが武器。一人目の打者を三振。続く打者を内野フライ。西。絶体絶命の場面を作りながら、
何とか踏みとどまる。しかし、打順は再び大家へ近づいていた。7回、試合は依然として緊迫した展開が続く。両チームとの継投へ入り、一球ごとの重みがさらに増していく。守備では大谷もベンチ前で仲間へ声をかけ続ける。一つのアウトに全員が集まり、グラブをぶつけ合う。まさにプレーオフを思わせる空気だった。アメリカの SNS では、大谷は今夜、完全に抑え込まれている。今にも爆発しそうだ。そんな投稿が次々と拡散されていく。日本でも野球解説者が、今日は打球速度が全く違います。大きな一本が出る予感しかしません。と語り、期待はさらに高まっていた。8回表、パドレスの意地を見せる。先頭打者がヒット。送りバント。一死二塁。続く打者は右中間へ鋭いライナー。センターが懸命に前進しダイビングキャッチ。球場から大歓声。さらに二塁走者も飛び出していたため、素早く送球。二塁へ戻れない。ダブルプレー成立。ドジャースナインがベンチ前で雄たけびを上げる。流れは完全にドジャースだった。そして迎えた8回裏。先頭打者が死球。続く打者はレフトゼウヒット。無視一。二塁。再び訪れた絶好のチャンス。スタンド全体が総立ちになる。大型ビジョンには大谷翔平の名前。MVP。SHOHEI。歓声は地鳴りのように響き渡る。実況席も興奮を隠せない。またこの男に回ってきました。アドレスベンチでは監督と投手コーチがマウンドへ。申告敬遠も頭をよぎる。しかし、次の打者との兼ね合いを考えれば簡単には歩かせられない。最終的に下された決断は、勝負。スタンドから大きなどよめきが起こる。大谷は静かにネクストサークルから歩き出す。ヘルメットのつばに軽く触れ、ゆっくりとバッターボックスへ入る。誰一人として声を上げない。聞こえるのは投手の呼吸と、捕手のミットを叩く音だけ。スコアボードには無視1、二塁。そして、大谷翔平。この一振りが試合の全てを変えるかもしれない。投手がセットポジションに入る。捕手が外角低めへミットを構えた。球審が静かにプレーを促す。運命の第一球が、大谷翔平へ向かって放たれようとしていた。投手の右腕から放たれた一球が、静寂に包まれたドジャー。スタジアムを切り裂いた。初球。外角低めいっぱいへ伸びる速球。大谷翔平は微動だにしない。モール。スタンドから大きなどよめきが起こる。続く2球目。今度は内角を鋭くつくカットボール。大谷はわずかにバットを止め、ファウル。カウントは1ボール1ストライク。捕手はすぐに立ち上がり、内野陣へ視線を送る。一塁走者も二塁走者もリードを広げ、いつでもスタートを切れる体勢だ。パドレスのベンチには緊張が走る。絶対に長打だけは許すな。その思いが守備陣全員の表情に現れていた。3球目。低めへ大きく沈むスプリット。大谷は最後まで見極める。モール。2ボール1ストライク。打者有利。球場全体の期待が一気に高まる。4球目。投手は迷わず高めの速球を選択した。大谷は力まず、タイミングだけを合わせる。ファウル。2、誰もが息を止める。実況席からは、ここが今日最大の勝負です。という絶叫。日本中のファンもテレビの前で固唾を飲んで見守っていた。捕手はタイムを要求。マウンドへ歩み寄る。低めだ。真ん中だけは避けろ。短い会話を終え、それぞれのポジションへ戻る。投手はノジンバックを強く握りしめた。深呼吸を一つ。セットポジション。そして、運命の5球目。投じられたのは、内角を狙った156キロのストレート。しかし、その1球はほんのわずかに甘く入った。次の瞬間だった。ガキーン。乾いた快音が夜空へ突き抜ける。打った瞬間だった。大谷は一歩も走り急がない。バットを静かに置き、ゆっくりと一塁へ向かって歩き始める。打球は驚異的な速度でライトスタンドへ一直線。右翼手は数歩下がるだけ。振り返る。見送るしかなかった。8球は高々と夜空へ舞い上がり、そのままライトスタンド中段へ一直線に飛び込んだ。第19号。決勝スリーランホームラン。ドジャー、スタジアムが爆発した。5万人を超える観客が総立ちになり、割れんばかりの歓声が球場を揺らす。
青いタオルが一斉に宙を舞い、MVP、MVP、大合唱が何度も響き渡る。ベンチではチームメイト全員がフェンス際まで飛び出し、大谷の一周を笑顔で迎えている。一塁を回る大谷は大きくガッツポーズをすることなく、静かにダイヤモンドを駆け抜ける。その落ち着いた姿が、かえって王者の風格を感じさせた。三塁を蹴る頃には、歓声はさらに大きくなる。ホームベースを踏んだ瞬間、ベンチから飛び出したナインが次々とハイタッチを交わした。ヘルメットを叩かれ、肩を抱かれ、笑顔が溢れる。監督も満面の笑みで迎え入れ、これが翔平だ。そうつぶやくように何度もうなずいていた。スコアボードには大きく表示される。大谷、19号ホームラン。打球速度、飛距離、打球角度が映し出されるたびに、場内から驚きの歓声が上がる。実況アナウンサーは興奮を抑えきれない。またしても大谷翔平が試合を決めました。この男は本当に期待を裏切りません。解説者も思わず笑みを浮かべる。相手は完璧に警戒していました。それでもホームランにしてしまう。世界最高峰の打者である証明です。アメリカの放送局ではリプレイ映像が何度も流され、同絶賛のコメントが続いた。日本でも速報が一斉に配信され、大谷翔平、第19号決勝スリーラン、宿敵パドレス戦で再び主役、という見出しが並ぶ。SNS では世界中のファンからコメントが殺到した。鳥肌が止まらない。また歴史を作った。これがスーパースター。試合は9回へ。ドジャースの守護神がマウンドへ上がる。スタンドはまだ興奮冷めやらない。一人目を空振り三振。二人目をセカンドゴロ。そして最後の打者。フルカウントから渾身のストレート。打者のバットは空を切る。三振。ゲームセット。ドジャースナインが一斉にグラウンドへ飛び出し、勝利の輪を作る。大谷も笑顔でチームメイトと抱き合い、この勝利を喜び合った。試合後のヒーローインタビュー。大谷は歓声に包まれながらグラウンドへ姿を現す。マイクを向けられると、穏やかな表情でこう語った。チーム全員が繋いでくれたチャンスだったので、何とか結果に繋がってよかったです。最後まで声援を送ってくださったファンの皆さんのおかげで、最高のスイングができました。その言葉に、スタンドから再び大きな拍手が送られる。この日の主役は間違いなく大谷翔平だった。序盤から相手バッテリーの厳しい攻めに耐え、決して焦げることなく好機を待ち続けた。そして、誰もが最も期待した場面で放った一撃。それは単なる第19号ホームランではない。宿敵パドレスとの激闘に終止符を打ち、チームへ確かな勝利をもたらした決勝スリーランホームランだった。勝負を決める一振り。ファンの期待を現実へ変える一振り。そして、スタジアム全体を歓喜で包み込む一振り。大谷翔平はこの夜もまた、自らのバット一本で試合の歴史を書き換えた。歓声が鳴り止んだ後も、多くのファンはすぐには席を立たなかった。ナイトスタンドを見つめ、何度も大型ビジョンに映し出されるホームラン映像に拍手を送り続ける。夏のロサンゼルスの夜空へ吸い込まれていったあの白球は、ただスタンドへ飛び込んだだけではない。世界中の野球ファンの心にも、深く、鮮やかに刻み込まれたのである。そして伝説は、また次の一戦へと続いていく。